はい、こんにちは、長戸です。大好評第4弾。はい、今日もバリバリハイトーンのモデルさんを綺麗にしていってもらいましょう。水木のハイトーン動画。さあ、今日はどうなるか。その前に、うちの観葉植物でもどうですか？どうですか、岩崎さん。私植物苦手なんですよ。おい。ほら手が震えてきた。おい禁断症状で。おい、このトラセナ立派でしょ？じゃあサボテンがちょっとキモい。はい、じゃあそんな感じでいきましょう。サボテンがちょっとキモい。揺れてる。どんどん出ちゃった。本編に行きます、本編に行きます。じゃあそんな感じで行ってきます。どうぞ。さあ、ご案内お願いします。さあ、もうこの流れが鉄板になりましたね。はい、水木さんです。はい、こんにちは、水木です。はいすいません、ちょっと声が大好きなカラオケの大好きで、ちょっと枯れてるんですが、はい、このまま続けていきます。一番得意な歌は花水木です。さすが、持ちネタ。はい、モデルさんも苦笑いでいきましょう。お願いします。はい、ということで今日はお悩み解決系ですね。なんで、モデルさんが初めましてで。はい、はじめまして。はい、初めましてで。DM でちょっとやり取りさせてもらって、はい。で、モデルさんのお悩みを聞きながら、今日は綺麗にしていきたいかなっていうんで、カウンセリングをまず取らせてください。はいはい。ちなみにこれは岩崎に変わります。はい。何ですかその雑な会話。ブレる、俺が出てる。体感が足りないんじゃないですか。お願いしまお願いす。今日がブリーチカラーなんですけど、お悩みとしては暖流が気暖になる。流が気にはいなります。なんか本当ははいブルーベースはいなんで、なんかピンク系にしたいんですけど、はい多分オレンジの残留やばくて、はい、はってい。感じはい。ですあ。りがとうございますで。もハイトーンにしたくて、はいみたいな感じです。結構ホワイトレベルの明るさまで本当は持っていきたかったけど、そうなんでも前回やった時に全然なんかケアブリーチしてもらったんですけど、全然上がらないっていうか、あんま置かなくて時間を、はい、はい。であんま上がんなくてここまでって感じです。はい。ブリーチは全部で何回？全部だと結構してます。はい。何回だろう、4、5 4、5回。ぐらい。結構表面切れてきちゃってますそようなんです。ね。髪の毛失礼しますね。これはいつから最後のブリーチ？一番最近のブリーチで切れ出しちゃった感じですかね。いやずっと切れ毛はあってあってでみたいな感じで、はいでももっとすごかったんですけど、毛先の方は、はいでもちょっと何回か切ってるんで、切ってる。じゃあ今はリタッチで、いや前頭いつもやっもうてます。いつも前頭。いつも前頭です。はい。ありがとうございます。お悩みとしては今ちょっとこの赤みオレンジみのある残留と表面の切れ毛なんですけど、毎回前頭やってきてるっていうことでもう4回にもわたるブリーチなので、ちょっとこの毛先にも切れ毛がある、ここの部分は気をつけないといけないところかなと思うのと、個人的には2回前か3回前かの2回前ですかね、リタッチないし前頭ブリーチの根元が甘かった部分があるのでいるね。いるんですよね。ここら辺ですよね。あ、そうです、そうです。内側とかもなんかめっちゃ残っちゃってて、はいはいはい。やばいんですよね。あ、ここですね。いるね。ここにいるんですよ。でも、ここって実は上よりもアンダーが明るくなってるベースなんですよ。なので、ちょっといつもだったらもっとここのラインがこう太くて濃くなってる部分は先にここをペーパーしてからっていくんですけど、今日はこう一緒に考えちゃいます。そんなにモデルさん根元伸びすぎてないのと、結構細毛さん、難毛さんなんで上がりやすいかなっていうのがあるので、ここを根元として考えます。で、こう毛先にブリーチアプローチしていければいいかなと思います。はい、ということで、モデルさんの悩みはダメージと色ムラと。はい。で、できればそのお顔のブルーベース、お肌の色に合わせたカラーをしていきたいとのことなので、残留が気になると思うので、できるだけ明るくで似合う色っていう感じでやっていきます。めちゃめちゃむずいじめちゃくちゃ難しいです。第4回にしてめちゃくちゃ難しいです。ゃん。うん。モデルさんも多分バシッてハイトーンになれなかったんじゃないかな、今まで。そうですね、今まで。今までスパンとでもペールピンクずっとやってて、うんでも就職でちょっと暗くしちゃったんですよ。いつそれ。でもそれが4月今年なんですけど、でもそれを前回明るくしてもらってここまでって感じです。恐ろしい。ちょっとそのオレンジ味っていうのは1回のブリーチだと絶対出てきちゃうのと、逆に今日は最初に限界までの強めのブリーチで攻めて、むしろそれで抜けなかったら2回目以降抜けないっていう考えになるんですね。なので1回目のブリーチで根元塗ってすぐ毛先を強めのブリーチで攻めていきます、はい、そんなに体力もないので長く走らすことができないので、今日はじっくりコトコトブリーチじゃなくいきます。
ウサイン・ボルト形式だね。はい。世界新記録の速さで抜いていきます。はい、お願いします。はい、お願いします岩崎絶対知らないよ。ボルトとか知らないよ。知ってますわ。むしろ私、水木ちゃんが知ってる方がびっくりですわ。本当ですか？ボルト有名ですよね。ほら。あれ、モデルさんがわかんない。ああ、有名です、有名です。有名ですよね知ってます、知ってます。じゃあ、そんな感じでよろしくお願いします。はい、お願いします。薬の配合。根元はアクセスフリー単品のアジアンカラーの加水 6%2 倍でグリッターボンドを総量の 10% でいきます。根元は結構健康なので、そんなにメテオコネクターほどのケラチンはいらないかなと思うので、この配合にしました。で、毛先がアリミの120に対してアクセスフリーを2対1の 6%2 倍で、かなりちぎれが見れたのと、ブリーチ回数も多かったので、しっかりメテオコネクターを総量 10% 入れてブリーチしていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。難しそう。難しいと思いますね、これは。結構攻めな剪定にはなるので、手を早めて塗っていくのが今日のポイントです。はい。じゃあ塗っていきます。お願いします。今日は今までにないスピード塗りってことです。スピード塗りですね。じっくり走らす体力がないときは、もう強めな薬でガンといって、時間も置きすぎず抜くっていう方式でいきます。体力がない時こそなんか弱い薬で行きがちだけど、はい。強い薬で早く塗った方がいい。はい。それでも全然いいんですけど、それこそおじいちゃんに長距離走れっていうのって結構きついと思うんですよ。わかりやすいね。だったらもう単発で走ってもらう方がおじいちゃんも楽じゃないですか。あ、髪の毛おじいちゃんって言ってるわけじゃないんですよ、全然。そうなんです。っていう考えで、さっき言ったこの黒帯のところまで、まずは攻めます。帯が。いますね。で、こういう前髪重めな方とかはしっかり先にバック取りで前髪も取っていきます。もうかなりブリーチ回数もあってちぎれとかもあるこういうお客様には1回で今日は薬で攻めるけどそれで抜ききれなかったらちょっと2回目以降は厳しいっていうのも最初にお伝えしてください。毎回その前頭ブリーチし慣れてるお客様ってそんなことないかもしれないんですけどどこかまたブリーチすればできるブリーチすれば新しい色にできるっていう風にちょっと思われてる方もいらっしゃるので髪の毛の体力はちょっと今もう限界ですよっていうのはお伝えしてあげながらブリーチしていきます。トーンダウン何使ったかが怖いやつ。怖いですよね。なんか抜けない黒にしてくださいとかって言いました。あ、いや、何使ってた？薬とかもわかりますか？あ、わかります。でも多分スローのあっちかな、なのかな。はい。コンフォートかどうかでも変わってくるね。あー、覚えてないです。スローのなんか結構茶色系？あ、ブラウンコンフォートですね。入ってますね。おー。逆にそれを聞いたことで一気に難易度が上がった気がします。さらに上がりました。就活で。そう、あら、就職で。就職で。就職で。就職で、うん暗くしたんですけど、うん結局やめちゃって、ああ、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。で、明るくしたって。なるほど。明るくできない職場だったらやめた方がいい。いや、そうなんですよ。でかいね。何系だったんですか？美容学校の教員やってまし美容学校の教員。これあんま突っ込めないやつ。突っごめんな。教員。山野じゃない。た。山野じゃないです。あ、オッケー。じゃあ、まあ、オッケー。ちょっと待ってください。東京総合じゃないですか？じゃないです。あ、いや、絶対ルトワなわけないじゃないですか。こんな関東の子が。普段には関係ない話でした。そうですねよかったです。いや、よかった。でもありますよね。私の学校は髪色厳しかったんで、私の時代は。美容学校なのに髪色厳しいってなんかナンセンスじゃない？いや、私もそれ思ってました、ずっいや、本当ですよね。何言われても。そんなん言われてる。なんか本当明るくしたらブチ切れられるっていう。だから構図とか本当ずっと8トーン7トーンですよ、大阪の。最初にそれ言ってくれないとその構図という単語が全く意味わかんない。カタカナって漢字あるの？高い通です、高い通。でも有名ですけどね、それは。もう。高津って書いて構図。高津って書いて構図で、私の時代は構図、そのイメージは365日スーツ登校のイメージの学校でした。美容学校です。今はどうかは知らないですけど、私はそのイメージで大阪で一番厳しい学校っていう。嫌だ。だから山野がチャラチャラしてると思っちゃうんですよおい、ね。やめろ、お前。長津さんの山野が。おい、や
やめろ。思っちゃうんですよね。それはちょっとやっぱ許してほしいですよね。そう思ってしまうのは。山田は超自由。確かにでもそんなイメージありますね。山田自由でしょ。ああ、でもすごいお嬢様学校なイメージがありおました。嬢様山野女の子、まあ、女の子が多いか。いや、8割女子だよ。なんでお嬢様なんですか？なんかそう言われてません？そんなことないですかね。山野行ってる友達いなかったです。早かったですか？あんなに人数いるのに。確かに。お嬢様っぽい人はでも何人かいた。ああ、やっぱ。あとなんか寮に入ってる女子寮だけあって、俺の時代は。はいはい。女子寮に入ってる子はなんかみんな、おほほほほって感じ。多分そこだけかもしれないです。そう私聞いた情報。ほほほほほ。そう、女子寮に入ってる子って感じ。えでも超いいよ、女子寮。通勤0分。あ、めっちゃ通学近いんですね。へえ。敷地内に寮が。あ、めっちゃいい。あ、ちょっと嫌かもでも。なんか、いろんな人に会うからですか？はいずっと学校みたいな嫌じゃないですか。まあ確かに。そこだけは俺ら、絶対に踏み込んではいけない。男だからです。男は。なんかあったんじゃないですか？禁断の。禁断のはい。なーい。本当ですか？そんなさ、退学がかかってる、そんな危険なことする。リスクを負ってまで会いたい子はいなかったってことですね。そしてみんなおほほほほほだった。あ、そうですよね。寮は。寮生は。でもありますよね。うちも寮ありましたよ。あれはあったのレトありましたありました。男を連れ込んで怒られてる子いました。あ、これが差こですね。れが現実。は。ちょろいじゃん。やめろよ、山のバカにする。間違いない。ちょろいじゃん。汚くないですよ。真面目でした。先生が鬼子はっていうだけで。さあ、そんなふざけてるうちに、ちゃんと塗り進めております。進めております。小崎しながらも。こうやってめくっていくとどんどんわかるんですけど、暗い部分、ここにもあるんですよ。いろいろある。そうなんです。なんですけど、ここに惑わされて毛先からっていう風にブリーチしちゃうと、体力が見た目ほどないので、もう上から塗り進めていきます。むずそいや、難しいですう。ね。結構切れ毛も。入ります入りね。ますね表面。これなんかもうショートヘアですよ。います、後ろに。どうにかかも綺麗にしてもらうしかないですね。逆に今日は別に根元は抜けすぎなくてもいいっていうのは、今日の目的としては切れ毛をより少なく、もう正直切れちゃってる毛ってどうにもならないし、今後も切れ続けるものなので、今より切れ毛を増やしすぎないっていうのと、残留を取って印象を変えるっていうことなので、なるほど。はい。逆にこうならないために美容師さん側がはい、やることって何？こうならないために。ただこうやって色ムラというかブラウンが残っちゃう原因。はいはいはい。あ、原因としてはやっぱ抜きが甘かった。塗布ムラ。はいあー。ドフムラとかアンダーあだったりとか、その多分前回前頭毎回前頭ってことは、その根元が抜けてないことに気づけなかったんですよね、美容師さん。多分前回の。それで前頭行ったことで黒帯ができちゃう。なるほど。何？なんでそんな離れてるんですか？飛びそうだから。あ、危ない危ない危ないやめろやめろやめろ。あ、そのこと言ってる。今日は場合じゃないんです。そう時間ない時間ない。そうだね、毎回アンダーを見極めるのが難しいんだよね。そうですよね。一の難しいところです。あとはもう私は就活のお客様とか、どうしても暗くしなきゃいけないっていうお客様には、まずウィッグ提案します。おうカツラでそれいけないですっていう。まずは。スパルタですね。はい。今後もハイトをやっていきたいっていう意思を聞いてるお客様には、これカツラ無理ですかねっていうのを聞いて、無理だった場合の提案をしていきますね。でもやっぱ抜けない暗めなカラーとかは選定しますね。なるほど。おすすめのカツラありますか？いや、ちょっと確かにおすすめ、聞くなら、おすすめするならそれ調べておかないとですよね。そうですちょっと今はないので調べ尽くします。こちらの水木のインスタで発表されます。おすすめの就活におすすめのカツラ。そうしましょう。次回から暗くすることがあれば。それだって知っとかないと、じゃあ何がいいですかって言ったりしようから。そうなんです。確かに。初めそんな言うな、厳しいこと言うな。竹下通りで売ってるカツラかぶって就活できない。ダメですね。しばしでバレますしね。でもなんか有名なのって原宿になかった？ビッグ屋さんですか？ビッグがコンテストとかで使うような。えわかんないね。ちょっと。後で調べてみますうんね。私こういうおしゃれさんって、うん明るくすると次暗くしたくなる方もいるんですよ。なんかどっかで聞いたような話だね。確かに。カメラ越しで一歩向かれてますね。そうなんですよ。なんかもう本当に茶色が似合わないっていう方が多いんですよ。ああ、どっかで聞いたような話だね。金がうんもう黒みたいな。うんえ、いかないですいや私もそう思っちゃいいますよね。そうなんです。思っちゃいます。なんですよ。これやっぱあるあるなんですね。なんか怪奇現象的な名前つけましょう。その
んな中途半端な私違うみたいな、私じゃない。ああ、なんか個性的、おう黒で個性的な髪型にするか、派手な色にするかおお。みたいな。下の名前あやじゃないですか。違います。ちょっと失礼ですよ。私は言ってないですからね。こういう時私は言わないですからね。こんな時代もございましたっていうあれですよ。いや、あなた今もそうでしょ。今は根元頑張ってこんな地毛伸ばしてんのに。さあ抜け始めたね。抜け始めて。早いね。結構早いです。うん。髪質的には抜けやすい。そうなんです、うん抜けやすいのとちょっと体温も高めな感じがしたので、おお。体温高め。はい見極めなきゃいけない。なんかこう失礼しますって髪の毛とか内側とか触った時にちょっと体温高めかもっていう感じる時はありますね。配合変えたり。配合変えたりもします。へえ、確か私細毛さんっていうのがに。なるほど。あとはちゃんと周期的にも守ってる感じの長さなので、うんうんうん。そんなに上がりづらいは根元はないです。根元のそれこそ今日逆にリタッチだけとかだったら全然難しいとかはないです。なるほどね。難しいのは今日は残留さんを。残留さんです毛先の。もし残留が取れなかったらピンクをなんか調整する感じ。そうですね、ピンク系で調整していく。これで今のオレンジみも嫌でピンクっぽくなっちゃう暖色も嫌って言われるのは難しいんですけど、はい今回今の残留に対して同じ同系色のお色希望だったので、剪定に関してはそんなにベースさえ作れれば難しくないです。これで逆にエールブルーにしたいとか言われる方がもっと難易度は爆上がりしてたかなと思いますどうですか。ペールブルーじゃなくて大丈夫ですか。あ、全然。やめてください、中田さん。こうやって急になんか何投げてくるな。どうなってるんですか。ダメですよね。優しくしてください。この後はこの重ね塗り。後はそうです。だからチェックになるんですけど、今日は全然ペーパー挟んだりっていう工程はないので、ため塗りしながら薄パネでいきます。なるほど。ここから塗ってね。ちょっと上についちゃうとあれなので。この根元の毛が毛先につくだけでも今日はかなりセンシティブな毛なので毛に守っちゃいます。あ、4分の3をはい覆うように。覆います。その毛先っていうのはアンダーを削れてるのに残留がすごいある毛なので、今でもまだこっちの方がアンダーは低いです。毛先よりは。なるほど。はい。ましてやこの黒帯の部分っていうのはもっと低くなってるので、今の時に一緒に塗ってあげて、で時間差で揃えていくっていう順番になります。ほんと矯正のリタッチみたいな感じですね、塗り方は。と不要はたっぷり。はい、たっぷりです。特にはここにたっぷり、ここにたっぷりっていう印象ですね。こう見た時に抜けづらいのってさっきの残留があったところ、この根元の新生毛からのここのディバイディングが一番抜けづらいので、均一というよりもそこの2箇所は多めっていうイメージで、ここ多め、ここ多めみたいな。なるほど。じゃないと逆にここに白ラインができてしまうので。じゃあこのまま塗り進める感じで。はい。サイド分も混ぜていきます。根元は抜けそうだね。そうなんです。だから根元は今日いつもみたいに攻めすぎてないです。ああ、なるほど。はい。絶対に抜けるので、どっちかというともうこの黒帯だったところと、ブリーチ毛から新生毛のディバイディングラインに集中的に塗ってます。サイドは絶対に抜けてくるので、そんなにため塗りしないで、ほんとチェックぐらいな感じで大丈夫です。なるほど。もう今チェックしてるだけでもかなり黒帯の部分は取れてきて、毛先とアンダーが揃い始めてるかなぐらいです。いいじゃないですか。嬉しいです。ね。帯取れて、本当めっちゃ気になってたんで。根元は絶対抜けるんでって言ってたから。もう絶対、絶対。絶対です。さすが。もうあとは塗り進めていく感じかな。はい。 OK。じゃあ塗り終わって毛先行くときまた取りましょう。はーい。おい。さあ、根元塗り終わって。はい。相変わらずの塗布量の多さのこんもり感。いい感じですね。ありがとうございます。しっかりこのディバイディングのところにため塗りしてっていう、こういう薄いグラデーションになるように塗ってます。次は毛先行くんですけど、まだちょっと遅い気がするので、時間置く。はい。5分置いて毛先攻めます。はい。じゃあ置きましょう。置きます。はい。で、軽くこの根元避けてアルミ置いて、ラップはいつもより薄めで5分だけ放置しました。アルミで保温。はい。保温しました。前回のバージン毛からの動画で学びました。アルミはかなり保温ができるので、本当に抜きたい時に使います。そしたら毛先塗っていきます。早くないですか？どうしたの？つまずきましたよね。はい。
大丈夫です。全部カットします。使いましょう。120とアクセスフリー2対1なので、よく混ぜていきます。ただいつもは表面からブリーチ塗っていくんですけど、表面が切れ毛が多いのと、先に塗ってしまうと時間差でプチプチいってしまうので、下から今日は塗っていきます。下の方が暖流強めになってるので、それもあって塗っていくのと、ちょっとここの数センチは最初は避けます。後から塗ります。でさっきの、根元のスライスの2パネル分ずつぐらいで塗っていきます。ここからは時間勝負です。で少しディバイディングはみ出しちゃっていいです。もともと黒帯があったところなので。黒帯に若干触れてるぐらいのが、はい、むしろいいの。はい。の方がより揃います。毛先怖い怖い。まあ、やめてください。大丈夫ですよって言いながら、こういうのはやらないと。ごめん、心の声出ちゃった。いや、本当に心の声はそうなんです、実は。怖いよ。かなり怖いですね、もう。青粉使ってるんで、より繊細にウォーミングやハケはしていきます。これそれこそ、モデルさんもいっそボブまで切っちゃってもいいぐらいの感覚で髪を言ってくださってたので、カウンセリングでそういうのも聞いて、あ、いけるなっていう選定、最善の選定は、なんか絶対に今後伸ばしていきたいっていう方に、その強めに言って、もしも切れてしまうリスクがある施術をしてしまうと、その切れたっていうだけで失脚につながったりするので、そのどこまでなら攻めてもいいかっていうのは、しっかりお客様と話して、もういっそ切ってもいいよぐらいの方だったら、攻めさせていただきます。このもうぴったしがすごい。全部の長さ。ぴったし残し。繊細。そうなんです。もうパネルが重なっていくごとに毛先につきやすくなっちゃうので、しっかり浮かせて手のひらで塗っていきます。俺と岩崎だったらはみ出しちゃう。仕事が雑ですからね。はい。我々仕事雑です。アクアのびちょびちょの意味がちょっとわかりました。ブリッジとかすると、長さんいろんなところに飛ばしますもんね。いやいや、お前もな。長さんの結構思ってますよ。ストレートのインフォーム毎回こぼすなって。ポッタ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 。しかも拭かない。拭いてる拭いてる。拭いてない。床に落ちたやついつも拭いてないです。こうやって普段の営業の不満のぶつけが始まり、些細なことで。コンクリートでよかったな。あ、本当っすよ。だからもう超汚いっすよ。危ない危ない。ポジティブ。とかだったらね、染みちゃうから。だから前の床ちょっと滑りやすかったんだろうな。丁寧な仕事を心がけていきましょう。行こ間から見てますね。う。見といて。ほんとコーミング回数は少なく、ハケで揉み込んで押し込んでいくオフ方法です。歌方のはい。だけで。もう最高に、もう柔らかさがもう使いやちょい。おちょっと待って。この柔らかさが使いやちょい。2回目いただきました。もう急がなきゃいけないって言っているのにやってしまう。この動画が出る頃には限定色が届いてる。もうそうですね。4月頭って言ってたっけ？ 6 月末。6月末から7月頭なんで、うんそろそろぐらいですかね。撮影時点ではまだない。はい。黄色ですか？いや、何色なんだろうね。そうなんでしょうね。いやいいね黄色だったらちょっと嬉しいですけど。テンション上がるねはい。これで黄色じゃなかったら気まずいやつ。何色が届くかお楽しみですね。青とか。全然違う。全然違う。どうですか？抜け具合。だいぶもう抜けてきてます。やっぱり、なんかねそうなんです。リーチ回数はあるので、うんアンダーは削れてるんですよ。回数分の。けどそこに残留しちゃってるっていう感じなので、テロテロンってしてます。特にお顔周りは、アイロンもよく入れられますよね。前髪と顔周りは絶対。なんだってなんかその熱のダメージも感じるので、ちょっとそこも見極めながら。すごい怖い要素ばっかり出てくるじゃん。そうなんです。塗っていくとどんどん出てきます。こう見てもオレンジ味はいるねやっぱりいますね。うん。これはもう本当に染みついちゃってるオレンジ味なので、うんこのオレンジを黄色になるまで待ってると毛先がどんどん体力削れてってしまうので、もうそこはオンカラーで調整に持っていきます。なるほど。すべて表面はもう短いところがもう切れるところっていうもうお知らせなので、うん。出てそうだけど、なんか表面にオレンジが残ってる。そうですね。なんかね。なんかした記憶は表面のオレンジですか？表面のオレンジはないと思います。ないです。いろいろやりすぎて全然覚えてない。きためっちゃ複雑履歴。そうですよね。こうやって塗ってるとどんどん出てくるんで、うんブリーチもとか複雑履歴の方ってすり合わせは必要です。で結構抜けてきてるんですけど、もう一回チェックで塗っていきます。お、確かに。ここですね。うん。この真ん中ですね。
で毛先はもうアンダーがかなり削れているところなので、ここにため塗りのチェックをしていきます。こんだけ茶色いはずなのに薬がすぐ触れるだけで抜けるんですよね。なるほどね。逆にこれ白髪染めからはい。明るくしたい人への応用にも使えるってこと？あ、そうですね。うん白髪染めされてる方とかも結構中間そうだよね。溜まりやすいんで、残留が。そういう人は普通にじゃあ毛先だからって弱い薬でいくんじゃなくて、はい。強い薬でもういっちゃった方がいいです。いいよで。もすぐパワーで抜いて長時間置かないっていう。真ん中にいますね。言いますよね。うんこれはもう色ムラ履歴として多分ずっとあったものかなっていう、ここに伸びるまであったんじゃないかなっていう。ちょっとなんかこのずっと短い時もなんかここら辺にいつもオレンジっぽいのがオンからしてもそこだけちょっと違う色になったりとか。なんだってまた出てきましたよ、水さん。はい。いっぱい出てくるんです。もういっそ後半は聞かないです。流すまでわからないぐらいのテンションで。いい感じな気はするけどね。真ん中だね、真ん中。はい、真ん中です。なので、パワーが落ちないうちにそれは治らないみたいな感じで言われてきました言われてました。てかもうほんとずっと言ってます。私も。あ、へーもう自分で。もう絶対落ちないんですよ、色が。怖いですね。いやー、でも綺麗だ。そうですね。うんベースを揃えつつ、塗布量で調整ですね、今回は。うん。じゃあとりあえずはい。これが全部終わったら次毛たら、先ってはい感じですね。、毛先いきます。はい、塗り終わりました。で、全部全体チェック終わって、毛先のこういったところ残ってる状態で、あと10分放置して、最後に毛先全部塗って流していきます。この時はまた新しい、さっきと同じ配合のブリーチを混ぜていきます。はい。さあ終盤戦。はい。そしたら、うん。もう全体トータルしておいて抜いたので、最後に毛先をいっちゃいます。いきます。もう新鮮なブリ私が何度も同じ過ちを繰り返すと思っている証拠です。信頼関係がない。すごい人多い。本当ですよね。あんな遠いことあります。今までの動画でもないですよね。同じ配合なのでよく混ぜていきます。ただもうこれも下からですね、もうざっくりパネルでいきます。さっき塗布量多く置いたのでだいぶもう均抜一にけたね。なってきてます。おおほほほほほ面白いぐらい抜けてますよね。抜けたねこの5分とかほんと10分とかなんですけど、毛先はもう全くコーミングはしません。一人塗りで塗り始めからから30分経ってないか。そうですね、うんそのくらいでいきます。もうパワーも強いんですぐ抜けちゃうと思うんで、これは3分ぐらい置いたら流します。毛先が怖い。怖いですよね。でも逆にデザインとかの提案しちゃってもいいんですけどね。もしデザインやりたいっていうお問い合わせが最初にあれば、はい。デザインというと。裾カラーとか、ああ、なるほど。だんだんグラデーションになって暗くなっていく色とかっていうのを提案するのも全然いいと思います。うんけども切っちゃう覚悟だよっていうお話だったので、今日は攻めさせていただきます。どっちかというと下の毛先よりもこういう表面の方が怖いですよね。これは本当にもうすごい塗布量っていうよりはついてれば OK です。いい方もおすすめしたいね。そうですね。うん。シャンプーに混ぜる泡がある。それやるとブリーチもめっちゃ強くなる。それはちょっと気になる。気になりますよね。お母様持ってないです。今ミスト使ってます。うちの？お母様長戸さんの YouTube で見たことあります。え？ありますあ、待って、わかるかも。前の店ですか？あ、そうですそうです。ちょっと赤っぽくピンクっぽく髪の毛しましたよね。あそうですやっぱりわかった。イエーイ、すげえ私って。わかったわかった。似てます美容、ちょっと似てる。わかる。似てます。似てるし、確かに美容学生の娘がいるって言ってた。私の記憶力すごい。なんであいつあんな盛り上がってんの？いやすごいですよ。わかった。この全てちょっとがつながった覚えてないですけど、暖色に染暖めた人。色してうん、石型レイヤーにした人じゃないですか。多分そうう。ん、そうだそうだ。絶対覚そうだよ。覚えてる覚えてる。さすがに。すごいですよ。お嬢さん美容室って言ってた気がする。なんかそういう美容系みたいな。ワインダーの美容
ワインディングひたすらやってるって言ってた。はい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 。すごくないですか？練習のすごいもうペーパーをいっぱい伸ばしてるみたいな話をした記憶したね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやなるほどす。ごいですよ、親子。もうちょい前に教えてくれてもいいですか。確か今。そういえば、ホームケアの商品、お母さん持ってるんじゃないかなと。まさかの。俺の YouTube なんか親子共演がなんか結構増多いんですえてきたかも。何名かいらっしゃる。なんかうん。先に娘を出して後から母が来るパターンと母が来てから後に娘が来るパターン。へでもこのパターン結構レアじゃないですか。私レアだね。はい、娘さん。確かに。この説はお世話になりました。あ、そうね。懐かしいね。1年ぐらい前ですかね。そうですね、多うん分1年くらい。そう。じゃあそのインフォームが家にあったらシャンプーに混ぜて使ってください。インフォームはでもお家ないんですよないかな。一頭しか持ってなくて。でもブリーチもそうは、ブリーチも宿毛矯正もエイジング毛のえー毛髪強度がやたら上がってくる。はい、今毛先塗っただけでももうこの抜け具合、早い。ダメージとキューティクルの開きですぐこう抜けてきちゃうのではい。 3分ぐらいですかね。はいでここはもうチェックもせずに置きます。はい。そしたらお流ししていきます。お疲れ様でした。そしたら流していきます。で、お流しはいつも通り浴流しと浴シャンプーでしっかり、ブリーチ剤を取っていきます。シャンプーにはインフォーム混ぜてしっかり結合強化していきます。で、今流し終わった状態です。しっかり弾力も残っててムラも均一に抜けてるかなっていう状態です。そしたらシャンプーしていきます。で、インフォームも一緒に混ぜていきます。はい、これでシャンプーして流して終わりになります。はい。シそしたらャンプー上がりましたね。流し終わりました。抜けました抜ね。けました。でもやっぱ毛先はだいぶダメージはあるんですけど、色は取れたかなっていう感じです。でこれ時間置きすぎたらもっとふにゃふにゃになっちゃってたので、でもまだそうなんです。弾力あるね。まだ弾力はまだいるかなぐらいの。うん。でも本当にギリギリです。確かに確かに。一番最初に言ったその体力のギリギリを攻めさせていただくっていうのは、で絶対ここは1回のブリーチでオレンジになると思ったので、手元は抜きすぎないうんうんうんようにしてます。なるほど。で、どうしましょう。オンからは。大丈夫です？そうですね。確かに。ブリーチ大丈夫そうですね。全然もう今までで一番綺麗に抜けました。嬉しい。いやありがとう本当にございますすごい感動です。やば棒読み棒読い。いやいやみ。いや、さっきはい回る前に言っちゃったんで、そう回ってから言ってって言ってお願いしました。はいでも嬉しいですそういうのが一番ね嬉しいですね。じゃあ今からは。でお色味が今日ピンクベージュというかピンク寄りにしていきたいとのことだったんですけど、あんまりコーラルピンクにはなりたくないし、ビビッドなピンクにもなりたくないっていうことなので、あとムラ補正も合わせてベージュを合わせながらほんのりピンク味になるようなカラー選定にしていければいいかなと思います。お願いします。はいじゃあ準備。はい。はい。はい。今日はちょっとオレンジ味も残ってるので、あと毛先のダメージがあるので抜けを想定して少しだけ濃いめの剪定。それでも流したりアイロンしてでも薄くなってくると思うので、クリアピンクを3対1に対して総量の 10%、1剤の総量の 10% と1剤の総量の 5%、668ですね。これ入れることでだいぶピンクがビビットよりもちょっと寒色よりによるので色として入れます。で、3% の加水に1対1でドロップ。で、1.5 くらいの加水を目指して作っていって、全体にケラチン総量の 5% ないし 10%、今回は 10% 入れたんですけど、入れていきます。だから塗っていきます。塗りの注意点はありますか？塗りの注意点はもう本当に塗布量多めでムラなく塗っていく感じです。おい。いつものオンカラーと変わらず、でもピンク系なんでしっかり置くっていう感じですね、いつもより。もうなんかこのままブローしても可愛いっぽい。そうですよね。いい感じに。やっぱブリーチっていうかハイトーンカラーはブリーチですね。ブリーチですね。本当にムラが一気に出るんで、色に。それこそ白紙に色鉛筆で絵を描いてるような感覚なので、その白紙が均一の白紙じゃないと、このまま出ちゃうっていうのが怖いところではあるんですけど、しっかりダメージとかを見極めて、時間差で塗っていくのが
全然大丈夫そうですね。うんでも結構テロテロな部分はところどころあります。なんか多分そのダメージムラもあると思うので。今後このモデルさんが例えば、まあ、もっと抜きたいってなってもちょっと難しい。そうですね。今回がその一番最大で、身のギリギリを攻めた剪定でブリーチしているので、ちょっと厳しいんじゃないかなとは今の私は思います。まあ今後、そうですねなんかすごい薬剤が出たり、はいはい。そんなすぐには出ないでしょ。と思いますけどね。どうなんでしょう。日々時代の流れについていきましょう。はい。とはいえね、逆にもっとハイトーンにしたい場合は、おじさんに根元の方から伸ばしていくイメージそうですですかね。ね。もうリタッチで育てていくうんっていうことをお伝えします。もうかなりハイリスクなので、毛先の先が、こういうところのこういうムラみたいなダメージが今後切れ毛につながってきてしまうと思うので、なるべく毛先はいじらず、いじめずがいいなとは思います。やりたいんですけどね。やりたくなっちゃうんだよね。でもそれこそ毎回カラーチェンジをブリーチでしてたっていうのが結構いつも濃いめの色入れてたからそうなってたのもあると思うんで、なるべく残らない色でっていう風に髪を育てていくのもいいかなと思います。今日のカラー剤残留どれぐらい？今日のカラー剤は残留どれくらいだろう。まあミルクティーぐらいに残って帰ってくるかなっていう色落ちが嫌じゃない程度の残留でいこうかなと思ってます。金髪に戻ったりは、でももう今これがあれだもんね。そうですね。アンダーですね。まあでも、もう一回行くのであれば、私だったらこの中間のオレンジ部分だけにアタックして、ブリーチをすることはあるかもしれないですけど、毛先はもうないですね。手先はないね。はい。切ったらありますけど。さあ、じゃあそんな感じで仕上がりは楽しみですね。はい。岩崎さんご質問ありますか？あ、大丈夫です。冷た。冷た。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか撮って見てるんで。全部撮りながら見てるんで大丈夫です。質問はないですか？ないですで、毛先、結構あったら毛先塗っていきます。よりダメージを与えないように、いつも通りハケで押して揉み込んでの繰り返しで塗っていきます。さあさあ、塗り終わりが近づいてきましたね。やっぱり中間のオレンジ部分が染まり悪くて発色も悪くなりそうなので、ここは翌のせの翌揉み込みでなるほど。いきます。根元とか毛先のところって入りやすいんで、結構こう塗ってる間も入ってるなっていう感じはするんですけど、ここですね。このオレンジ味なるとこほど。この違いうんうんっていうのが出てきてるので、中間をよく塗りしていきます。で、このままちょっと軽くラップして20分放置でいきます。じゃあそれでいきましょう。はい。そしたら開けていきます。で、マジックはいつも通りこう広げてみる感じで。中間、毛先、根元ですね。うん。いい感じに色入ってるかなと思いますので、20分で流していきます。はい。そしたら流していきます。普通に生え際から流していっちゃいます。はい。今日は毛待ちにつけてからインフォームシャンプーをしていきます。もう毛先メインにつけます。で、チーズリンスしていきます。で、いつも通りシャンプーして、最後に、コアミの3ステップトリートメントして終わりになります。はいはい。仕上がりましたか？はい、上がってきました。いいんじゃない？ありがとうございます。やっぱり毛先は抜ける、このぐらいやっぱ抜けちゃいます。うんなので、ベージュを入れることで、ピンクベージュの色味は持たせつつ、根元がちょっとピンク目はこういう風に残るんで、今入るのルーツっぽくて、全然抜けてても嫌な感じじゃない、染まり上がりにはなります。乾かす感じですか？はい。たら、ホットミストつけます。もうブリーチモンさんはミストとインフォームは絶対おすすめです。やっぱ美容院だけのケアじゃ絶対足りないので、ブリーチとか矯正されてるお客様は。なのでお家でもしっかりケアしていただけるように。あとオイルですね。と前髪も少し。ただ乾かしていきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。オレンジがだいぶ薄まったんじゃないですか？色味どうでしょうか？めっちゃいいです。めっちゃいいね。めっちゃやばすぎます。でもやっぱベージュ入れることで、うんこういうちょっとくすませたオレンジとはかけ離れた感じに、うんが出せるので、めっちゃ綺麗。ありがとうございます。
おお、めっちゃツヤツヤしてるじゃん。でもやっぱりこことここではだいぶ手触り変わってくるんで、あとホームケア頑張っていただいて、了解です。はいはい、じゃあスタイリングですね。はい。先にちょっとルミナススプレー振ってアイロンしていきます。オイルスプレーなんですごいツヤ出るのでおすすめなのと、ムラなくつくんで、だいぶブリーチ毛さんってちょってついちゃうとそこだけ塊になっちゃったりしやすいんでおすすめです。すごいうなずいてくださっておすすめです。で、コーミングでなじませてからアイロン入れていきます。もうあやさんが笑ってるんですよ。アイロン持った瞬間笑ってるんです。気のせい。それは熱い期待の眼差しだと思いますので、はい。今日もちょっと待ってくださ気になるよね。気になりますい。ね。もうどうも赤くなっちゃう赤くなっちゃう4回目なんでそろそろ大丈夫かおな。願いいたします。今日もアイロンはラディアントの160度。よっ。ありがとうございます。よいしょ、居酒屋これ居酒屋ですか。ありがとうございます。笑ってくださって優しい。じわー。じわーってきてますよ。モデルさんじわーしてません今。いや面白い。面白いですか。ありがとうございます。もうアイロンもいつも通りとスルーするぐらいでいきます。こういうもともとちぎれてたようなちぎれ毛パヤ毛っていうのは出やすいので、しっかりこうアイロンの下パネで挟んで収めるようにしていきます。ただ全部同様にやっていきます。はい。で、全体アイロンを通したんですけど、ちょっとお顔周り、姫カットみたいなレイヤーっぽいのが入ってるので、そこを活かしてスタイリングしていきます。まあ、しっかりカットに重さがあるのと、前髪にも重たさあるので、そんなに曲げすぎず、お顔に沿うぐらいの内巻きワンカールでいきます。で、入れるとき、こう、お顔側にこうアイロンを入れて、巻き込むようにアイロンしていくとしっかりお顔に沿って入ってくれるので、はい、こんな感じでスタイリング剤つけていきます。たら足音聞こえましたよね。もうお願いいたします。たらスタイリング剤はこういうの9ね。ありがとうございます。よいしょよいしょ。かわいい。かわいいかわいい。さんがすごいニコかわいい。よかったですか。面白かった。あ、面白かったですか。ありがとうございます。嬉しいな。面白いがいいんです。可愛いも嬉しいですけどね。よかったです。無事4回目もはい。お披露目できて。でも毎回照れちゃうんですね。毎回照れちゃう。そしたら内側からパラパラするように毛先とさっき巻いたお顔周りのところですねの毛先だけで、前髪もいつも通り指1本分程度だけなじませてあげて、あとはコームでなじませていきます。こういうカットラインが結構お顔周りは可愛かったりするんで、オイルでしっかり質感出してあげます。よかったら触ってみてください。めっちゃつるんってしてますね。してますやば。自分の髪の毛じゃないみたい。いただく言葉ランキング1位です。ありがとうございます。これがケアブリーチのいいところで、もともとちぎれたところっていうのはそこまで質感変えることってできないんですけど、新しく生えてきた毛をブリーチしていくのにはやっぱいいものにはなるので、めっちゃ綺麗じゃん。ツヤツヤです。お疲れ様です。お疲れ様でした。たら撮影にしましょうか。移ります。はい。ただここで毎度おなじみ利き顔なんですけど、どっちが利き顔とか。こっち利き顔ですか。多分。はい。かしこまりました。無駄なくいったね。頑張りました。さすがです。何言わせなんかくつろいでると思う。いやいや、もうすごいなと思って。泳ぎタイムですか。結構こういう時私顔周りと前髪と毛先の質感揃えるのがこだわってる部分なんですけど、こういう風に顔周りがこうパラパラ、前髪もパラパラだったら毛先もパラパラってしますし、もっと前髪がふんわりしてる方、お顔周りもくるっとふんわりしてる方だともっとまとめて重たさ出したりっていうのはこだわってます。なるほど。はい。ボブとかと一緒だね。サイドの毛とあ、そうですそうです。質感をこだわる。質感は結構写真に出るので、ちょっとくすぐったいんですけど顔にかぶせます。当てていきます。そした
したらまずカメラ目線からお願いします。でちょっと首下にしてちょっと傾けるからお願いします。でこれもお願いします。目線ちょっと外しのちょっと上、ありがとうございます。こう光が出るところで結構毛先と一緒に持ってあげると全体の色味わかるので、完全に右お首だけ右横向いていただいて、で下目、ありがとうございます。やっぱ顔周りカットあるお客様はこう一番目立たせたいので横向きとかも可愛いです。この時にこういう後ろの毛一本一本もこだわってコーミングします。でちょっと首かしげてこのままカメラ目線お願いします。最後髪の毛でツヤっていう動画ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお母さんによろしくお願いします。はい。はいはい。お願いします。はい全然思い出したよ俺は。私思い出してます。すごいですよね、やっぱお二人の。いやそしてやっぱりちょっと似てるかもしれない。よく言われます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございはます。い、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか途中から声出るようになってきた。はい、もうなんか多分線が外れたんでしょうね。そういうこと。OK です。さあ今日は難しかったんじゃないですか。いやー難しかったですね。ちょっとやっぱ黒帯っていうのが残っちゃってるっていうのとちぎれっていう抜きたい悩みとちぎりたくない悩みっていうダブルパンチがきつかったんですけど、いい感じにムラも修正できて、いやめっちゃ綺麗に仕上がってた。ありがとうございます。カラーチェンジもできたかなと思います。さすがです。ありがとうございます。これから年末に向けてセミナーガンガンあるんではい、頑張ってください。頑張ります。はい。一人で行ける？いや俺らは俺らのセミナーがてんこ盛りだからね。岩崎はでも岩崎はついてくから。名古屋行けるか。本当ですか？うん。嬉しい名古屋行です。けるかもしれない。はいいや寂しいですけど、はい。独り立ちできるように頑張ります。よろしくお願いします。はい。はい。じゃあお疲れ様でした。あー、バイバイ。